サリュー皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今回やっていくのはこちらのこのリクエストいただいていた鉄のフライパンでオムレツ、これを解説しながらやっていきたいと思います。これはね、調理学生だったら避けては通れない道なので、なんかね、見応えのあるように動画解説できたらと思います。それじゃあやっていきましょう。じゃあまず卵から用意していきましょうか。3個分でいいかなって思うんですけどね。鉄のフライパンでやるっていうのはね、またね、難しいんですよね、鉄のフライパンって。一個気になったんですけどね、調理学校でオムレツの試験って未だに鉄のフライパンでやってるんですね。僕ももう10年以上前に卒業してますけど、テフロンじゃないんだな。で、ここで白身の塊がないようにしっかりと、泡立て器で混ぜて、で、少量の塩。ここは分量とか特にないんで、お好みです。で、少し胡椒。ここで、殻とかがないように、一度しっかりとこしてあげます。こんな感じか。で、鉄のフライパンと、ガスのコンロを使って今回やっていきます。で、もうポイントはもうこれしかないんですよね。鉄のフライパンがいかにちゃんとコーティングできてるかどうか、もうそれだけ。最初コーティングできてないともう卵入れた時点でひっついててお話にならないんで、ここでほぼ決まり、9割決まります。鉄のフライパンの場合。で、あとは専門学校の先生たちの教え方によってまちまちだと思うんですけど、やっぱこの特有のね、この動きをすごいマスターさせようとしてくるじゃないですか。で、みんなそこばっかりに意識集中しちゃって、もうとにかくこれでせいやせいやっつってね、なんとかしてやろう、なんとかこうやってやろうって言って、大体みんなそれで外側に飛ばすみたいな。もうお決まりのパターンなんですけど、ひっくり返してやろうって。そうじゃなくて、この動き、この上下の動きにたまたま手が当たったぐらいの、そんぐらいの気持ちでやらないと、なかなか上達しない。ここでひっくり返すのが目的じゃないんですよ、オムレツって。綺麗な形で、お家だとそんな簡単にはできないよっていう小手先の技術がそこに詰まってるから、スクランブルをまず作ります。寄せる。この動きはまず基本ですよね。で、あとは、ゴムベラ使ってひっくり返せばいいんですよ。学校の先生がね、もしかしたらそれを良しとしないっていうのかもしれないですけど、現場でこの叩くことって別に求められないんで。ということで、ここからはアフレコでやっていきます。実際やり始めちゃったら集中しすぎてね、一切喋ってなかったんで。まずは油を敷いて膜を軽く作ります。煙が立ってきたら一旦油を捨てる感じですね。はい、ここで一旦油を捨てます。それで布巾だったり紙でちょっとスリスリしてなじませたら、ちょっとね、ここで温度が高すぎたんで少し落としました。ほんのり煙が立つぐらい。そしたら油を入れて、これテフロンの時と違って鉄はしっかりと油加えてください。もう一回一周させます。だいぶ入念にやってるな。でもこんな感じですね。そしたら中火をキープしたまま卵を入れていきます。それで外側を意識して、外側がすぐ固まってくるので、外側を意識して内側に入れる。外側から内側に入れるみたいな。で、程よく半熟になったら、奥にペロペロペロって、もうこの時にくっついてなければ、これぐらい剥がれが良ければほぼ成功だと思って大丈夫です。あとはここも、位置的にはフライパンの位置をマイナス、40度ぐらいの位置でやるとひっくり返ってきやすいですね。
でこのひっくり返ってきたつなぎ目がちょうど真ん中に来るんですよね、こういう風に。そしたら、ちょっと形整えて奥からヒュッとゴムベラ使ってひっくり返すとやりやすいです。そうするとね、綺麗にこういう風にできますね。焼き色がついてない方がやっぱ綺麗に見えますよね。でもこの段階では火を止めてて、フライパンの余熱でつなぎ目をつないであげます。で5秒から10秒ぐらいですね、こうつなぎ目をつないだら、もう一回、フライパンの縁を使ってこう丸みを帯びさせたいので、少しずつトントン叩いて位置をずらします。そんなにこれね、やっぱ叩こうって意識するとうまくいかなくて、フライパンをどっちかというと上下させるっていうイメージですね。で、鍋とかパスタとかゆするときに振るじゃないですか。あれにね、ちょっと近いと思うんですよね。そこに手がこう加わるみたいな、左手が。そうすると、こういった感じで綺麗にできます。ちょっと位置を確認してますね。ピントの位置を。じゃあカットして中を見てみましょう。こんな感じでだいぶいけてると思います。こう流れ出るほど火入れがね、甘くもなく、ほんとちょうどよく半熟になってると思います。ボナペティ。それで皆さんオムレツ食べるときはちゃんとケチャップ逆さまにしといてくださいね。大事ですから。逆さまにしとかないとこうそこに溜まっちゃってね、欲しいときに出てこないんで。オムレツの巻き方を紹介してきたんですけど、やっぱり回数をこなすっていうのはすごい大事なんで、1回や2回ですぐ綺麗にできるっていうことはまずないと思います。やっぱ現場に入って何回もオムレツ巻いたんで、非常に綺麗に意識しなくてもできるようになったんで、コツを早くつかむために参考にしていただけたらなと思います。ぜひ明日からのオムレツ巻き巻きに役立ててみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。